こんばんは。はるです。今回はアップデート後おすすめの最強褒め戦術を紹介していきたいなと思います。昨日のアップデによってですね、強化をされた褒め戦術になってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは早速紹介をしていきます。こちらのカスタム戦術の超守備的にある、この41212カッコ2になります。ディフェンス、守備のスタイルがバランス、幅が38、深さが71ということになってます。まあ、守備のスタイルはね、これまで紹介をしてきたカスタム戦術と同様にバランスのままで普通にやりやすかったですね。で、幅に関しては38、まあ、個人的には35から、まあ、40あたりかな、まあ、45あたりかな。で調整をするのがいいというふうに思います。まあ個人的にはやっぱりアップデ後やっていってた中で38ぐらいがですね、まあしっくりきたというか、まだこう、守れる、そういう風なね、幅になってましたんで、自分は38でやってました。で、深さ71ですね。ここはね、結構アップデ後も分かれる部分だと思います。中盤だったりとかでハイプレスをね、かけたいっていう方は71はおすすめ、ですし、ちょっとね、ラインは高いので、自分も本当に調整をしながら、60とか、からまあ65とか、そういうようなところで、まあ調整をしていたんですけれども、やっぱり、ハイプレスの方がいいかなっていう風な、ところで、自分個人は71が、おすすめになってますね。まあ、裏ケアとかを自分で手動でしっかり、しながらですね、プレスをかけていくのがいいと思います。で、そしてオフェンス、ビルドアップがバランス、チャンスメイクもバランス、幅が55、ペナルティエリアの侵入が7、そしてコーナーキック、フリーキックともに2ということになってます。まあ、ビルドアップとチャンスメイク、バランス、まあ、特にチャンスメイクはね、結構ダイレクトパスがね、今作もですね、非常にこう主流になってるかなと思うんですけれども、自分も最初はダイレクトパスでやったんですけど、なんかちょっと早く動き出しすぎてディフェンスにかぶっちゃったりとか、してしまってパス取らなかったりっていうシーンがまあ目立ったので、その中でバランスにするとまあ結構つなぎやすかったりとか、まあアタッキングサードでのコンビネーションっていうのもしやすく、なったので、個人的にはここのバランスがいいかなと、ダイレクトパスよりかは良かったかなというふうには思いますね。まあビルドアップカウンターとかがまあ得意な方だったりとかは高速ビルドアップとかにしてもいいんじゃないかなというふうには思います。で、幅55ですね。まあもともと4121にカッコ2っていうのは非常にこう中央に密集をしている形にはなるので、自分はね、やっぱりまあこれまでのカスタム戦術を見てくださってる方だと45とか、まあ50とかがね、多かったと思うんですけど、ちょっと狭すぎるかなっていうのはね、すごく感じました。45とか、だったら。なんで、まあ50から55、まあ60かな。ここのね、10センチ幅で、調整をするのがいいかなっていうのは思います。まあ自分個人は55が一番しっくりきたので、これをおすすめ、します。で、ペナルティーの侵入が7ですね。まあ、ここはやっぱり CM がどれだけ入っていくかだったりとか、まあ、クロスの飛び込み具合っていうところだと思うんですけど、まあ、7ぐらいが一番いいかなというふうに思います。で、コーナーキック、フリーキックは、まあ、2位のご自身のものでいいと思います。で、そして、指示に行きたいと思うんですけれども、キーパーですね。キーパー、クロスセーブ、積極的なクロス対応、そしてバランス、そしてサイドバック、右ですね。右はですね、オーバーラップ。で、左がですね、攻撃時に上がらないになってます。なんで片方、サイドバックは上げているという形ですね。で、中盤 CDM ですね、ボランチ、ワンボランチはですね、パスコースを切る攻撃時に上がらない中央をカバー。そして、右の CM、RCM は何も触ってません。デフォルトです。でそして左の CM が中央をカバーですね。中央カバーだけちょっと変えてるということになってます。で、キャムですね。前線に張る、クロスに合わせるになってます。で、ツートップですね。右がですね、裏に抜ける、前線に張る。そして左がですね、裏に抜ける、ディフェンスに戻るという形になってます。で、こちらのフォメはですね、守備時は442に、なります。まあ、この中盤、ボランチの選手と、あとは、
CM、片方の CM がサイドに流れて、片方の CM が中盤を埋めると。そしてフォワードの1枚がサイドに降りてくるという、形になってます。で、2トップがキャムと、もう片方の ST と、いうことにはなります。その442で、守備時は、守ると、いうことになります。そして攻撃に関してはですね、やっぱりこのフォメに関しては、いろんなところに横っていうのがありますね。選択肢が非常に多いですね。今作もやはり横を使うということは非常に相手にとって守りにくくって、もう無理やんみたいな、そういう攻め方ができます。で、特にこの412カッコ2に関してもサイドからですね、ST、キャム、そっから ST でまた逆方向の CM まで横のパスコースができるということになるので、非常に選択肢が多い、横の選択肢が非常に多いなというふうに感じます。さらにですね、CM1 枚中盤の選手が持った時にはですね、前方方向にいろんなパスコースがあるというのもこのフォメの特徴だと思います。キャム1枚いますし、2トップの2枚が、いてですね、さらに横を見ると CM も、あとはボランチもね、斜め後ろに控えているということを考えると、相手からすると絞るね、パスコースが非常に多くなってしまうので、そういうようなところでいくと、狭い、サイドにはね、あまり人はいないし、狭いんですけれども、やっぱりゴール方向に向かう選手が非常に多くって、そこにしっかり立っているというところが、非常に素晴らしくて、攻撃性能はね、高い褒めにはなってるんじゃないかなと思います。で、さらに、先ほど言ったとおり、守備陣は442、かつ、実際にだんだん後ろから上がってくる選手も多いので、カウンターもね、できます。本当にカウンター志向のね、方にとってもいいフォメなんじゃないかなというふうに思いますし、さらにですね、サイドバックを上げている、戦術になると思うんですけれども、片方サイドバック上げることによってですね、サイドバックが持った時には、ハーフスペースですね、サイドバックとセンターバックの間に CM が行くっていうこともできるので、よりちょっと攻撃に厚みを加えられますし、別にサイドバック上げなくてもね、自分は全然いいと思うんですけど、ただサイドバックを上げた時の方が、やっぱり相手からするとね、守りにくくは、なりますので、個人的にはやっぱりそういう厚みをつけるという部分で片方上げるのは、いい戦術かなというふうには思って採用をしてます。そして最後にですね、それぞれのポジションでの最適な選手のタイプを紹介していきたいなと思います。まずはサイドバックですね。片方上げるということになるので、上げる方のサイドバックはですね、ある程度ボールの持ちやすさがあったり、使用感がいい選手の方がいいと思います。片方は全然守備的でも自分はいいと思いますね。なんでそういうところもタイプ、サイドバックのタイプを使い分ける必要っていうのはあると思います。で、そして CDM ボランチ1枚のここをですね、もちろん守備時は442に変更するという可変をするんですけど、ただやっぱ奪われた直後だったりとかは可変が間に合わない状況になってしまうので、そういうようなところでもST のところにガツンといける選手の方が自分はいいと思います。もちろん守備力っていうのは大事になってきますし、あとはインターセプト能力がね、結構個人的にはここ求められるかなっていうふうに思います。本当にカンテチックなというか、相手がすぐまた ST に、ボールを奪った後につけようとした時にそこにしっかりいてくれて、またこっちのターンっていう、そういう役割をね、担ってはいるので、守備力が高い選手がいいんですけど、その中でもインターセプトが非常に優秀な選手を選ぶのがいいんじゃないかなというふうには思いますね。で、あとは軽い選手ですね。ボランチの選手として、できれば軽い選手がいいかなというふうに思います。で、2CM ですね。RCM、LCM と、それぞれあるんですけれども、もちろんサイドをカバーする選手は、攻撃的な選手でもいいと思いますね。ですけど、中央をカバーする。なんで、2CM の一角になる選手はですね、バランス型の選手の方が自分はいいというふうには思います。ここも CM のタイプは、違う方がね、いいというふうに思いますね。で、そして、キャムですね。キャム。キャムに関してはですね、一番ボールを多く触る、中央の役割、にはなるので、本当に使いやすい選手、かつ、やっぱりパスが上手い選手の方が自分はいいと
いうふうに思いますね。まあさらにですね、まあ先ほどの映像でも見せたように、横っていうところが、まあ非常にこの本は、強いですし選択肢が多いので、そこにキャムもね、全然入ってくるので、まあその、まあ、パス面とかの次にシュート能力、決定力っていうのがあると、いいんじゃないかなというふうに思います。で、ツートップですね。まあツートップに関しては、まあ基本的にはやっぱり裏抜けだったりとかのそのスピード面が必要と、されますし、もちろん決定力ですね。そこが大事にはなってきます。さらには使いやすさ、っていう部分も、2トップのうち片方は、ボール持てたりとか軽めの選手の方が個人的にはいいかなっていうのは思いますね。まあ自分オバメを使ってるんですけど、オバメ2人だったら結構きついかなっていう風には思うんで、片方はまあ少しこう重めというかフィニッシャー型のタイプでもいいと思うんですけど、まあもう片方はですね、まあ万能型というか、まあ使いやすくってパスも出せて、まあ決定力もね、ある程度あるっていうそういう選手の方が自分個人はいいかなという風には思います。少しでもね、参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。